主様、もそっと奥に。全員入れんぞ。健介殿、たらしの本能なのやもしれませぬが、このような狭い場所でわざわざ逆らないでいただきたいですな。多分ってどういうことですの？お尻。今度は雫までですか。大丈夫ですか？これが大丈夫と言える状況ですか？余は気にせんが。盛っていらしたのは公方様でしたか。でしたら私も。スケベさん、本大将と天球が来るっすよ。もう何やってるんすか。急ぐっすよ。では閉めますね。のようですね。確か春信には2人妹がおったな。信繁殿と信門殿ですね。信門殿は姉、春信殿に瓜二つで影武者を務めることもあるとかないとか。それがしもよくは知りませんので。何にせよ戦国最強を誇る武田家の棟梁の片腕ともなれば交渉事でも難敵でしょうね。ひとまずミク様のお手並み拝見といったところですわね。夕霧、久しいわね。光は元気かしら。スコーブルー、ご健勝で上がりますよ。それは敵対国としては素直に喜べないけれど、とりあえずよかったとでも言っておくわ。ミク様もご健勝なご様子で、つまらないですから、そろそろ歴史から退場しやがれですよ。相変わらず見た目と口調が違うやつね、あなた。姉上もよく褒めやがるですよ。無礼なのか親しみやすいのか。まあいいわ。まともに相手してたら気が変になりそう。そんなに褒めやがるなですよ。
ね、今日は何の用かしら。今日は姉上よりの書状を預かってきたですよ。さあ、読み上がれです。書状ね。いいわ。見てあげましょう。早く見やがれです。確かに妙な口調ではあるが、あやつはなかなか良い武者であるぞ。母君の信虎殿を追放した後、甲斐信濃の平定に姉妹3人で力を合わせ、ついには平定を成し遂げたという話ですからな。私も旅の雲水などから甲斐の話を聞いたことがありますが、戦ぶりも祭りごとについても、晴信殿、信繁殿のお二人は古今の名将に比肩するほどの人物のようでした。まあ噂だけであれば健介様も相当なものですから、噂を鵜呑みにするわけにもいかないでしょうが。でも、マリと同じくらいの背なの。そうですわね。けれど、人の大きさは背の高さだけではありませんわよ、マリさん。大きな声出しちゃダメなの。シーなの。やれやれ、見事な一種返しね。ふふん。時田の戦いの後の横車への仕返しで上がります。覚悟するで上がりますよ。まああの時は悪かったわよ。こっちだって鬼ってものを知らなかったんだから。知らんで済めば男女はいらんで上がります。そうでしょうけど。読んだら返事をよこしやがれです。即答しろと？一応姉上からは一日猶予をやってもいいと言われてやがりますから、明日までは待ってやってもいいですが。待ってやがりましょうか。そう。ならお言葉に甘えましょう。あきこ。はっ。天弓信繁殿を客殿にお連れしろ。明日の朝、返書をしたためよう。良い返事を期待してやってもいいですよ。こちらに。では、失礼しやがります。もう出てきていいわよ。出てこないの？何やってるのよ、まったく。いいよ。こら、あなたたちももう入ってきていいわよ。わかりました。上段に上がっていいから、そこの戸を開けてあげて。さすがにこの狭さにこの人数は厳しいですわね。飛ぶせたの。みんな、なんか楽しそうなことしてる。お頭もみんなもずるいです。ずるくなどないぞ。お主らはやっておらぬから、そのようなことが言えるのじゃ。でもお頭にくっついて。
役得だと思えたのは初めのうちだけです。さすがにあの暑さではね。ほんと、なんでこんな奴らに助けてもらったんだろう、越後は。して、甲斐の虎は何と言うてきた？無理難題ってほどじゃないわね。けど、どちらかを選ばないと、まずい状況をうまく作り出されちゃったわ。見る？うん。なるほど。大手飛車狙いときたか。確かに木を見るに瓶といったところじゃな。どれどれ。ふむふむ。ふむふむ。なるほど。そのまま読めばよろしいですかな。さようですか。越後のみんな、内乱鎮圧お疲れ。多分平気な顔してこれ読んでると思うけど、本当は超大変だったでしょ。こっちが調べた限りじゃ、思った以上に被害も出てるみたいだし、疲弊してるよね。っていうか、姉妹でうちわもめってどんな感じ？ねえねえ、どんな感じ？でも残念。別に光、そういうの興味ないし、私たち天下一の仲良し三姉妹だし。でさ、今から越後を攻めようと思っちゃってるの、キャルーン。けど、弱ってるミクちゃんを倒してもあんまり意味ないし、決着は正面からつけたいなーって思ってるし、今なら見逃してあげてもいいかなーって。だからさ、その代わり、そっちにいる阿弥陀如来の化身とやらをくれないかな。てかよこせ、春日山攻めでも助けてもらったんでしょ？興味あるのよね。そうすれば、今回だけは疲弊しまくってるミクちゃんと越後を見逃してあげてもいいかなって。ね？お得な取引でしょ？光ってば優しい。じゃ、お返事待ってるね。でも、明日までにお返事くれないと、すぐ天球と勘助に春日山を包囲させちゃうからね。じゃあねー。意訳すればこんな感じですかな。あっぱれである。光栄の至り。あんたら、天守の外に吊るしてあげましょうか？本当のことであろうが。大手飛車狙いとはそういうことですよ、健介殿。健介様を武田に引き渡せば、内乱を平定したばかりで、未だ混乱している越後には手を出さない。逆に言うと、引き渡さなければ攻め込むということ。玉を守るか飛車を渡すかですね。越後としてはかなり魅力的な案っすね。普通なら悩む必要のないこと。うっさい！ちょっと黙ってなさい。簡単なことです。もし要求を断れば、内乱で疲弊している越後に攻め入る大義名分を得る。そして要求を飲んだとすれば、武田は今この日の本で起こっている大きなうねりの中心にいる健介様を手元に置くことができます。鍵を握る人物である健介様を見抜くとは、やはり甲斐の虎は相当の人物のようですね。書状を見た限り、春日山城落城の際の主様の活躍も書かれておった。どこから見ておったのやら。それだけ越後のことは把握しているのだぞ、という
裏返しでもありますね。だからこそミク殿は悩んでおられる。そういうことでしょうな。相手が何もかも知ってるってちょっと怖いまったくですわ。こちらがどう動くのか分かっていながら選択を迫るなど、性悪もいいところですわ。それはありますな。春信殿は理智に富み仁義を備えてはいるものの、敵対者には冷酷で容赦しない苛烈なお方だと聞いております。つまり頭が良くて優しくはあるが、厳しい時はめちゃくちゃ厳しいということですな。人の上に立つ者としては理想的な人物像じゃな。で、その人がお頭を欲しがってる。なんでまた？それだけ健介様を重く見ているということでしょう。和葉様、こいついつもこんなに自覚がないの？その抜けたところも可愛いかろ。褒めておるつもりなのじゃがの。少なくとも健介がいなかったらまだ春日山はおろか空やアイナも取り返せてなかったと思うわ。あの性悪足長のことだから、その隙にネチか魚津くらいはかすめ取ろうと狙ってたんじゃないかしら。おそらくは。しかし領を狙うどころか、長尾勢は空様とアイナさんを取り返し、浜津さえ春日山まで陥落寸前。さらにはお盾でも何やら活動しているらしいと。これだけの状況が積み重なっていれば、鍵となる点に気づかない方がおかしいでしょう。それで犯人に気づいたということですの？想像ですが、さらに調べればミク様をお助けする謎の勢力はどうやら織田勢とも関係があるらしいと分かってきた。あんたたちが自分たちの名を名乗って空たちをさらってきたりするからよ。もう過ぎたことっすよ。言い合っても仕方ないっす。ザクロに仲裁されるなんて。ザクロに仲裁されるようじゃおしまい。いやなんかバカにされたっす。いずれにしても田楽狭間の天神の噂やこたびの活躍、そして織田の縁者なら上洛する上で織田との交渉材料にも使えますし、そういうことです。そう考えると捨てるところがないの。とにかく武田はお頭が欲しいってことです。それだけ分かってれば多分大丈夫ですよ。ヒヨも分かってないくせに。コロちゃんもでしょ。バレたか。わからない。そっかじゃないわよ。あんたのことでしょ。それはまあそうっすけど。
わかってるわよ、そんなの。でも、また自分一人でそんなお人よしみたいなことやって。それこそ、あんたが一番犠牲になってるじゃない。主様は武田をも垂らすつもりか？何？越後勢だけじゃ不満なの、あなた。仲良くね。人の欲望は果てしないものよ。そんなの決まってるでしょ。国を広げて天下を取るためよ。北条あたりの引きこもりはともかく、戦ってる国持ちの戦う理由なんてそんなものでしょ。そんなことか？将軍職など欲しければいくらでも譲ってやるぞ。今の将軍の座を欲しがる物好きなんぞ誰もいないと思いますがな。私もいらない。つまらんの。そりゃ天下を統一しなけりゃ戦いが。簡単に言うが、案はあるのか？証券ですか。越後が天下一の米どころ。夢みたいな話っすね。私はどこまでもあなた様についていくだけです。主様の好きにすればよい。ヨラは後ろをついていくのみ。公方様のおっしゃる通りですわ。はい。健介隊は一心同体ですから。アイアマタリー。天球殿をお部屋に送った後、本丸の入り口で揉めていましたので、独断ではありますがお通しいたしました。しかしカヨさん、今日は松平衆の陣所に泊まる予定だったのでは？いろいろありまして。こいつらに健介の一大事だって聞いたんだけどよ、別に何も起こってねえじゃねえか。一大事はどこですか？
それよりもご主人様、事情はおおむね聞いております。誰から？それは盗み聞きとはあまり良い趣味とは言えませんな。違います。ご主人様はどうしておられるかなと思っただけで、そしたら偶然。それに自分は草ですし、情報収集に耳をそば立てるのは習慣と言いますか。というわけであやなたちも健介様とまた一緒なのですよ。はい、引き続きコナミともどもよろしくお願いいたします。もうヤタガラス隊は健介隊ってわけじゃないですけれど、補給金と契約が続く限りは付き合ってやるってお兄ちゃんが言ってます。全力で否定してらっしゃるようですが。俺は健介を守る弁慶だ。地獄でもどこへでもついてってやんよ。マリモなの。やれやれ、今までの妻の意見は聞いて新妻には聞かないのかしら。冗談よ。だけど今の越後は確かにあなたの提案を受け入れるしかない状況。ごめんなさい健介。ならありがとう。任せなさい。私とて世に越後の竜と呼ばれる一門の武士。祝言も交わさず初夜も迎えてない夫を奪われたままで黙ってなんているもんですか。やれやれ。御大将も案外乗り気だったんじゃないっすか。ツンデレというとスケベが言ってた。好きにおっしゃい。越後の今後はあなたたちの働きに左右されるのよ。健介だっていないんだから今まで以上に働かせるからね。分かっていますよ。へい。やる。